んにちは。こんにちは。今私たちはロンドンのセイントパンクラス駅にいます。これからユーロスターに乗ってパリに向かいます。Come back to Paris because there's so much to see. We'll see you guys there. おはようございます。おはようございます。We're in Paris, Dave. Bonjour, Paris. 今日はですね、これからマドレーヌ寺院に行きます。We always stay in this neighborhood, but we've never been to Madeleine Temple. マドレーヌ寺院といえば作曲家フレデリック・ショパンやココ・シャネルの創業者ガブリエル・シャネルの葬儀が行われた場所でもあります。今日はそんなマドレーヌ寺院からスタートします。行ってきます。行ってきます。マドレーヌ寺院は1764年に建築がスタートしますが、設計者たちの度重なる死去でなかなか工事が進まず、そこにフランス革命が始まり、さらに中断されてしまいます。しかしナポレオン一世の命令で工事が再開され、フランス軍を称える栄光の神殿が作られますが、ナポレオンが亡くなった後に神殿スタイルはそのままキープした形でカトリック教会に戻されました。そのため世界でも珍しい古代ギリシャ神殿風のカトリック教会だと言われています。マドレーヌ寺院の名前の由来は、フランス語でマドレーヌがマグダラのマリアを指すそうで、聖女マドレーヌを祀ったカトリック教会から来ています。ここでマグダラのマリアが何者だったのかということですが、彼女はもともと娼婦でした。イエスに会い、過去の過ちを悔い改め、その後聖女となった人物だそうです。マドレーヌ寺院内部は古代ローマの建築物のように豪華で、連続のドームから差し込む自然光に照らされる厳かな雰囲気のある教会です。主祭壇にあるのは聖マグダラのマリアが天に召される様子が彫られている彫刻です。マグダラのマリアの歓喜の像から視線を上に上げると、イエスとその弟子たちのモザイク画、そしてドームには美しいフレスコ画を見ることができます。あ、ナポレオンもいました。
ウォルトフェイスというエルメスのメゾンコレクションのエキシビジョンに立ち寄りました。ウォルトフェイスとは転換という意味で、エルメスの歴史を過去のコレクションとともに遡りながら現在のコレクションとの融合が展示されています。若い頃のジェーン・バーキンにそっくりな方に案内していただきました。こちらのピアスは1938年に発売されたシェーヌ・ダンクルのブレスレットと、1960年に女性解放のシンボルとなったフープピアスからインスピレーションを受けて作られたそうです。まさに歴史の転換点とエルメスのシェーヌ・ダンクルの融合で生まれたデザインです。こちらのカルミスツールは、日本の職人さんが竹で作られた椅子の足に炭素繊維の魂を吹き込んで作られた伝統とテクノロジーを融合させて作られた作品です。パリのエルメスで日本の作品を見ることができて嬉しかったです。A little theater. We have this piece, which is a current collection piece. It's a rug, but usually they're woven. This one is embroidered. So it's a base of linen, and then on top we have So this one is from the 60s and it's in silk, so it was brought, Hermès brought silk to the, it's called Sillage, it's the same studio that made the table. 最後は1950年代のピアノバッグが展示されていました。第二次世界大戦後にバッグや財布のスタイルはより多様化しましたが、当時の主流は長方形でレザー、そして色は黒でした。そんなスタイルを守りつつ、職人さんたちの試行錯誤によって選ばれた留め具。こうして1954年にピアノバッグは誕生しました。You can see the shape that existed before, so it's more in the handles of the bags. This is a piano bag from the 50s. 2つの留め具、そしてシンプルさの中にも丸みを帯びた美しいフォルムを兼ね備えています。We got something. I'll show you later. いつ行っても大行列が絶えないこだわりラーメン築地に行ってきました。こちらのお店には鮮魚系ラーメンがあるということで楽しみにしていました。店内はすごい再現性のある築地マーケットに細部までこだわりがすごいです。以前は大行列で 2,3 時間並ぶのもザラだったこのお店は、今回行ってみたらアプリを導入していて、アプリで予約をしておくと待ち時間をだいぶ削減できてお店に入ることができました。肝心のメニューですが、この店舗はタイベースのスープのものとイワシベースのスープのものが中心で、メニューの種類はそれほど多くはありません。いただきます。私たちは2種類オーダーしましたが、タイのパイタンというラーメンはお魚の味がしっかりして美味しかったです。雰囲気は昭和の日本なのにパリジャンたちに囲まれて
ラーメンをすするという不思議な感覚を楽しめるお店でした。